はい、皆さんこんにちは、ミニッツ開発チームの石川です。今日はですね、お待たせいたしました。こちらのですね、エクスピードミニッツモーターチェッカー、ちょっと名前がね難しいんですけども、ミニッツのですねモーターを計測するモーターチェッカーをご紹介いたします。はい、それではですね、カメラさんちょっと、こっち側に回ってきてください。はい、ちょっと机の上にですね、いろいろ並んでますけども、まず電源はですね、こういった2セルのリポ 7.4V、マックスでこれ 8.4V になるかと思います。それからこれですね、一緒にオプションで販売するアダプターですね、こちらもお使いいただけます。ミニッツカップではですね、より電圧が安定するこちらのアダプターを使う予定です。車検用にですね。まずはちょっとこちらのバッテリー挿してみたいと思います。専用のケーブルが付属してますので、これを挿して、電源はこちらですね、挿します。はい、これで強小ミニッツという表示になりました。はい、ちょっとねカメラ方向に、ね、向けておきたいと思います。カメラはじゃあできるだけ正面でお願いします。で次にこのセンサーの反射板をキュッと刺しましてセットして、ここにオーリングで固定します。はい、そして、こちら側にケーブルを挿していきますけども、コネクターはこの順番通りですね。青が一番左、これが黄色ですね、真ん中、そして赤を刺します。はい、今ちょっとこれもう押されてますけども、表記上はこのブラシモーターか、ブラシレスですね、選んでまずいただきます。これでブラシレスを選択して、今ちょっとマニュアルで先に回してみたいと思います。はい、そうするとマニュアルでスタートですかって聞いてきますのでスタートします。はい、そうすると今2ボルトですね、この時の電流と回転数が出ています。回転数はですね、この R というのがレイト、光線という意味なので、中がちょっとこれ赤く光っているのが見えるかと思うんですけど、こちらの反射によって回転数を測定するという形です。で上げていくと3ボルトの時、それから4ボルトの時で5ボルトの時という形で計測できるという形です。はい、でこの時に、RKV っていうのが、この光を使った計測の値、それから EKV というのが電気的に KV 値を測定した時の値ですね。これ比較することができて、2ボルトの時の、R と E ですね、光線で、測ったものと電気的に測ったものという形で3ボルトの時、4ボルトの時、5ボルトの時という形で、見ることができるという形ですね。これが、マニュアルモード。それから、多分皆さん気になるこのカップモードというのを言ってみたいと思います。でカップモードに入ると、R センサーですね、レイセンサー、光で計測するというのはここに取り付けた状態の時はこのレイセンサーで、測ることができます。で E センサーというのは今までの車検の時みたいに、モーターを車に搭載したまま、測るという時に電気的に、簡易的に測ることができます。車検の際はですね、基本的には全部のマシンからですね、これモーターを下ろして測ることがちょっと難しいので、まずは E センサーで測って、ちょっと怪しいモーターは取り外して光学センサーで測るような使い方を想定しています。それではですね、R センサー、レイセンサーの方でテストしてみたいと思います。これ置いておきます。でカップモードで、レイセンサーでスタートでいいかと聞いてきますので、これで、回します。モーターが加速していって1回目ですね、そして、2回目、
はい、3回の測定が終わりました。そうするとフィニッシュが出まして、これかエンターを押すと、1回目の結果が、KV 値でいうと5592、そして回転数が27,960回転という形です。でこれが、2回目の計測、そしてこれが、3回目の計測という形です。でさらに、ここでアベレージが出ますので、基本的にはこの、アベレージで見ようかなというふうに思います。KV 値がね5603という形なので、青いモーターは5600kV なので、かなりドセンターな、モーターであるという形です。はい、それではですね、ちょっと一回置いて、次はですねちょっとアダプターを使ってみたいと思います。はい、アダプターですね、こちらですけども、これはもちろんコンセントに挿して電源をオンにして、はい、でこれをつけてみます。はい、でアダプターは 6.2V ぐらいの電圧ですね、なります。でこちらでちょっと同じようにブラシレスでカップモードでレイセンサーでスタートしてみたいと思います。はい、今回は、だいたい5558kV から、これは全く同じだったですね。3回目はちょっと高くなったので5683という形、アベレージでぴったり5600という形です。でいろいろですね計測してたんですけども、ベアリングのですね、中にゴミ入っていたりとか、割とそれでですね回転上下するというのは分かっておりますので、そういったところでも調子がいいモーターと悪いモーターっていうのは見分けやすいかなというふうに思います。ですので、ちょっと電圧がですね、このバッテリーの時は、マックス 8.4V ありますし、こちらのアダプターの時は、6.2V なので、電圧違ってもですね、できるだけ同じ結果が、出るようになっています。あと、アダプター使った時の方が今みたいに若干低めには出ますので、アダプター使った方が、回転数甘めになるかなというふうに思います。でも誤差はすごく少なかったかなというふうに思います。はい、続きまして、ブラシモーターですね行ってみたいと思いますので、ちょっとこのまま AC アダプターでいきますけども、まずモーターを取りまして、コーダーを抜きますと。ちょっと戻るときはそうだ、これね、両方押すと戻ります。はい、エンターは1つ、戻るとき2つという形です。で今度ブラシモーターは今2種類ありまして、こちらが、エボ用とかは端子がもうそもそもに端子ついているもの、こちらはあまり使われてないかもしれないですね。で逆にこちらは通常の RWD とかに使っている、この穴開き端子がついているものですね。でこちらを今回使ってみたいと思いますが、こちらの端子のものはそのまま挿していただければ使えます。じゃあ逆にこのラグ端子っていうんですかね、こちらを使いたい場合は、同じように、止めていただいて、センサーはこれですね、光るセンサーつけていただいて、ちょっとこれ回ってますね。そうするとこれはどうするのかっていうことになりますけども、こちらのですねワニ口と端子付きのものがついてますので、この使い方的にはこのままですね、黒が向こう側、赤が手前側なので、黒をここにさせていただきます。この時ちょっとこれね表記が残念ながら違うんですけど、そこはご了承ください。こちらのブラシモーターの配線と同じようにこの、赤と赤を合わせていただくという形ですね。はい、でちょっとこれショートしないように離らしてもらった方がいいかなという形ですね。コードコがくっつくとショートしちゃいますので気をつけてください。で今度は、
こちらでブラシドですね、ブラシモーターを選択します。そしてこちらもカップモードありますけど、先にブレークインをやってみます。はい、これ1ボルト、2ボルト、3ボルト、4ボルト、5ボルトと回っていきます。でこの時に、この下のボタンエンターを押すと、時間ですね、鳴らししているブレーキインの時間が見れるのと、この真ん中にコンディションメーターというのが見れます。これはですね、電流と回転数の割合を見て、たくさん回転数も上がるけども電流食わないと右に行くという形で、効率が良くなっていくと右に行きます。ただこれはですね、この今例えば4ボルトから5ボルトに上げた時が真ん中になりますので、電圧を切り替えると真ん中に1回戻ります。そこから置いておいた時に、どれだけ右に行くかを見るという形です。なので、例えば1ボルトとか2ボルトで見ていただいて、こういうふうにして置いておいていただくと、当たりが良くなるとだんだん少し右に行くという形となります。はい、これがブレークインモードですね。で止めるときは2個押しです。はい、でこれで、鳴らした時間が見れるという形になっています。はい、これも最終のパフォーマンスが見れます。で戻ってくると。でもう一回ブラシドをいって、じゃあカップモードをいってみたいと思います。カップモードスタートって聞いてきますのでスタートします。はい、自動で加速していって5ボルトで、計測完了。次リバースしますかと聞いてきますのでリバースします。はい、これで計測終了です。でこの時に、正回転が3816回転。こっちか。あれ止まった。来た。あそこ分かりにくいなこれ F と B が変わってるんですね。で B 側が29736回転なので、振角がですね、ほぼついてないということが分かるかなと思います。はい、でこれ実際は、F から B を引くと、1080回転、F 側が回っているよという形で、若干前側の方が回っているという形が計測できるという形です。3.5% の前が前進側、正回転側が多いという形です。はい、これで抜けていくという形ですね。ちょっとね横から操作しているので、すいませんでした。こんな感じでですね、こういうブラシモーター、そしてブラシモーターと、ブラシレスモーターですね、両方を計測していただくことができます。はい、このようなですね、エクスピードミニッツモーターチェッカーですね、ぜひぜひですね、今はちょっとコロナ禍でまだレースできてませんけども、これからですねレースに向けてモーターのコンディションを正確にですね測っていただけるアイテムになるかと思います。ぜひぜひよろしくお願いいたします。